皆さん、こんにちはなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日は、遠く離れた中東の地、パレスチナについて紹介していくのだ。実はなのだ、パレスチナには、みんなが驚くようなちょっと意外な豆知識があるのだ。みんな、知ってるのだ。パレスチナでは、カットしたスイカが特別な意味を持つことがあるらしいのだ。昔、パレスチナの旗を掲げることが難しかった時代に、旗と同じ赤、黒、白、緑の色を持つスイカを抵抗のシンボルとして使ったのが始まりなのだ。びっくりなのだ。今日はそんなパレスチナに関するニュースをなんと5つも厳選してきたのだ。中でも特に注目なのが1つ目のニュースなのだ。ガザ市での飢餓による女児死亡という悲しいニュースなのだ。ガザ地区でまた幼い命が飢餓と栄養失調で失われてしまったのだ。すでに多くの子供たちが犠牲になっているこの深刻な状況について詳しく伝えるのだ。この動画が少しでも役に立った、面白かったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いするのだ。それでは今日も一緒にパレスチナの今を見ていくのだ。パレスティン、パレスチナは中東、地中海の東岸に位置するとても長い歴史と深い文化を持つ地域なのだ。ヨルダン川西岸地区とガザ地区が主な領域で、国際的には東エルサレムを首都と主張しているけれど、行政機能の多くはラマッターに置かれているのだよ。この地は古くから多くの文明が栄え、イスラム教、キリスト教、ユダヤ教にとって大切な聖地が数多く点在する世界でも特別な場所なのだ。オスマン帝国やイギリス委任統治時代を経て、現代ではパレスチナ自治政府がヨルダン川西岸地区の一部を統治しているのだ。人口はおよそ500万人ほどで、農業、特にオリーブの栽培が盛んなのだよ。聖地巡礼を目的とした観光業も地域の重要な産業となっているのだ。伝統的なアラビア文化が色濃く残り、美味しいフムスやファラフェルなどの料理、美しい刺繍や陶芸といった手工芸品も有名だよ。現在、パレスチナは長年の紛争や領土問題に直面しており、特にガザ地区の情勢は国際社会から常に大きな関心と支援が寄せられているのだ。平和な未来を築くための努力が今も続けられているのだよ。一つ目のニュースなのだ。ガザ市での飢餓による女児死亡という記事なのだ。ガザ市で飢餓によりまた幼い命が失われてしまったのだ。8月31日、ガザ市の医療機関が発表したところによると、一人の幼い女の子が飢餓と栄養失調が原因で亡くなったのだ。これでガザ地区における飢餓と栄養失調による犠牲者の総数はなんと333人にも上り、そのうち125人が子供たちなのだ。特にシファ病院の発表では、ラハフ、アル、バラウイちゃんという名前の女の子が栄養失調と十分な治療が受けられなかったために命を落としたのだ。ガザ地区では封鎖が続き、食料や医療品が足りないために人道危機がどんどん悪化しているのだ。2023年10月7日からイスラエルによって行われている戦闘と厳しい飢餓が重なり合って非常に深刻な状況が続いているのだ。二つ目のニュースなのだ。捕虜委員会、少年捕虜ヌール、ハリーファ氏の拘束状況詳細を公表という記事なのだ。捕虜解放者問題委員会さんが18歳の若き捕虜、ノール、アフマド、ハリファさんの過酷な拘留状況について詳しい報告書を出したのだ。弁護士さんがマジード刑務所で彼に面会した後、その状況が明らかになったのだ。ハリファさんは2025年3月4日に逮捕されたのだ。占領軍が深夜に突然、彼の家に押し入って、家の中をめちゃくちゃに壊したり、物を調べたりしたのだ。その上、棒とか武器で彼をひどく殴って、手足を縛り上げて軍の拠点に連れて行ったらしいのだ。次の日の朝には、オファー拘置所に移されて、それからムスコビアで18日間も尋問を受けた後、マジード刑務所に送られたのだ。
本当に大変な経験をしたのだ。拘束されてからハリファさんの体重はなんと15キロ以上も減ってしまったのだ。体調が悪くなっちゃっただけじゃなくて、捕虜さんたちに与えられる食べ物が足りなかったり、質が悪かったりすることも原因みたいなのだ。ちゃんと栄養のあるものをあげてほしいのだ。ハリファさんには最初は4ヶ月の行政拘禁の判決が出たのだけど、また延長されちゃったのだ。今のところ2025年11月4日に釈放される予定になっているのだ。早く元気になってお家に帰れるといいのだ。3つ目のニュースなのだ。世界の不屈船団。イスラエルによるガザ封鎖突破へ本日ガザへ出港という記事なのだ。世界レジリエンス艦隊。本日ガザへ出港しイスラエル包囲を打破するのだ。本日スペインのバルセロナから世界レジリエンス艦隊が出港したのだ。これはイスラエルによるガザ地区への不法な封鎖を打ち破るため、人道支援物資や活動家を乗せて向かうとっても大切な試みなのだ。この船団は自由艦隊連合など複数の国際組織が協力して結成されたのだ。44カ国から数千人もの活動家が参加していて、まさに歴史上最大の連帯ミッションになるのだ。スペインだけでなく9月4日にはチュニジアからもさらにたくさんの船が出港する予定なのだ。スウェーデンの活動家グレタ・トゥーンベリさんもこの艦隊の運営委員として参加しているのだ。彼女は船団がガザに到達して人道支援を届け、恒久的な人道回廊を開き、イスラエルによる不法で非人道的な封鎖を完全に打ち破ることを目指しているのだと語っているのだ。トゥーンベリさんはこんなミッションは本当は必要ないはずなのだと強い口調で訴えているのだ。国際法を守り、戦争犯罪や大量虐殺を防ぐのは政府の責任なのに、それを怠っているからこそ私たち一般市民が立ち上がらなければならないのだと語っているのだ。政府はパレスチナ人だけでなく人類全体を裏切っているのだと怒っているのだ。実は昨年6月にもグレタさんたちが同様の支援物資輸送を試みたけれど、残念ながらイスラエル軍に阻止されてしまっているのだ。だから今回の船団はそのリベンジでもあるのだ。多くの人々の希望を乗せて今度こそガザへと向かうのだ。4つ目のニュースなのだ。製品価格昨年7月に上昇という記事なのだ。中央統計局の発表によると、2025年7月の製品価格指数は前の月と比べて 0.35% も上昇したのだ。全体的に244.33ポイントになったのだ。国内で消費される製品の価格指数は 0.41% 上がって256.93ポイントになったのだ。でも輸出される製品の価格指数は 0.85% 下がって126.73ポイントになったのだ。特に製造業の製品価格は全体の 58.92% を占めているのだ。それがなんと 3.03% も上昇したのだ。これは穀物製粉製品が 11.04%、ベーカリー製品が 4.94%、動植物油が 4.36%、動物飼料が 1.63%、医療品が 1.19%、織物が 1.14% とたくさん値上がりしたからなのだ。でもお肉の加工品は 3.61%、ゴムやプラスチック製品は 1.46% 下がったのだ。電力やガス、蒸気、空調の供給サービスも全体の 8.23% を占めていて 2.15% 上昇したのだ。それとは反対に農業や林業、漁業の製品は全体の 29.94% を占めているのだ。こちらは 1.27% も下がったのだ。特に短期作物の価格が 4.88% も安くなったのが大きかったのだ。例えば唐辛子やピーマン、オクラ、じゃがいも、玉ねぎなどが安くなったのだ。でもトマトやキュウリ、ナス、ニンニクなどは少し上がったのだ。
畜産製品も 4.43% 下がったのだ。羊やヤギのお肉が安くなったのだ。でも漁業製品の価格は驚くことに 38.21% も急上昇したのだ。そして長期間栽培する永久作物の価格も 27.31% 急上昇したのだ。イチジクやナツメヤシ、リンゴの価格が上がったのだ。ガザ地区ではイスラエルとの紛争の影響で価格が激しく変動しているのだ。市場の要因だけじゃなくて紛争の動きに大きく左右されているから、パレスチナ全体の平均価格を計算するのは難しい状況なのだ。ちなみに工業、採石業の製品や水の供給、廃棄物処理の費用は7月も安定していたのだ。5つ目のニュースなのだ。ヘルツォーグ、パレスチナ人労働者殺害犯ブーバーの減刑を検討という記事なのだ。イスラエルでとっても重要なニュースがあるのだ。ヘルツォグ大統領が1990年にパレスチナ人労働者7人を殺害したアミ・ポッパーという受刑者の刑を軽くすることを考えているらしいのだ。これはね、パレスチナ人捕虜との交換取引を成立させるために銀行を取るっていう理由があるみたいなのだ。でもね、裁くっていう情報機関や検察はこのポッパーさんの釈放に強く反対していたのだ。それなのに大統領は減刑に傾いているって新聞が報じているのだよ。もし減刑されれば、囚人交換がまとまれば5年後には釈放される可能性もあるんだって。でもまだ最終決定じゃないらしいのだ。ポッパーさんはね、1990年5月20日にリション列4でガザ地区から来たパレスチナ人労働者さんたちに向けて軍用ライフルを撃って7人もの命を奪い9人に怪我を負わせたのだ。もともとは終身刑7回分かっていい重い判決を受けていたのだけど、1999年には当時の大統領が決めて刑期が40年に短縮されていたのだ。もし何事もなければ2030年には刑期が終わる予定だったのだよ。この事件の後、ガザでは大規模な抗議活動が起きて1週間でさらに19人もの人が犠牲になったのだ。この悲しい出来事はパレスチナ人の記憶の中でブラックサンデーって呼ばれているらしいのだ。ポッパーさんが起こした事件自体はカーラ虐殺って言われているのだよ。今回の減刑の話は過去の囚人交換取引でパレスチナ人捕虜の刑が軽くなったり釈放されたりしたことと平等にするべきだっていう要求に基づいているらしいのだ。ほとんどのそういう要求は却下されてきたんだけど、ポッパーさんの刑期を短縮するっていう選択肢は真剣に検討されているのだって。済んだもんは複雑な気持ちになるのだ。パレスチナでは飢餓で幼い命が失われ、若者が過酷な状況なのだ。心が痛むのだ。一方でガザの封鎖を破るため世界中から支援船団が出港したのだ。価格変動も激しく、解決は難しいけれど、この地に平和が訪れ、みんなが笑顔で暮らせる日が来ることを済んだもんは強く願っているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。